本当に思ってるって聞かれたり、なんか嫌なこと言ったかなって誤解されたことはないですか？その原因、話し方の抑揚の問題の可能性大です。皆さんこんにちは、五戸美希です。この動画を最後まで見るとこうなれます。思っていることが伝わる、感じがいい人に見られる話し方がわかる、印象で損しない話し方のコツがわかる。具体例、原因、解決策、トレーニング方法、それぞれお伝えしていきます。こんなことありませんか？友達とご飯を食べに行って、美味しいねと言ったら、美味しくなさそうだねって言われた。自分は美味しいと思っているのに。あとは会社の先輩と業務の話。わかりました、私やっておきますというふうに言ったら、やりたくないならやらなくてもいいんだよと念を押される。自分はやる気あるのに。こういうふうに自分はちゃんと思っている、ちゃんと考えている、悪気もない、なのに思ってなさそう、冷たい、何考えてるかわからない、そういうふうに思われてしまう方は意外といらっしゃいますね。私の受講者さんからもよくいただくお悩みです。これは話し方で損をしている状態ですね。で、話し方の問題だと思った時に、もっと明るく話さないととか、元気に明るくハキハキ喋らないとなんていうふうに思ってしまうと方向性を間違えがちですね。話し方っていろんな魅力的な話し方があるわけで、全員が明るくハキハキ元気に話したらおかしいですよね。例えば森本レオさんみたいな落ち着いた話し方も素敵ですし、例えば安住紳一郎さんみたいな真面目な話し方も魅力的なわけで、人間みんな違うので、いろんな魅力的な話し方っていうのはあるわけです。で、思っていることが伝わらない原因っていうのは、明るさというよりも抑揚の可能性大です。抑揚はイントネーションとも言いますね。イントネーションというのは文レベルの音の高さの変化でニュアンスを表すものです。どういうことかと言いますと、そうですか、そうですか、そうですか。これ同じそうですかでも音の高さの変化の仕方で意味が変わりますよね。これがイントネーションということです。そうですかのイントネーションを大きく分けて3種類ですね。わかりましたって言いたいときは、そうですか。高いところから始まって低くなる。そうですか。残念だなっていうときは、そうですか。語尾に向かってやや低くなりますけれども、納得の時よりも平坦ですね。そうですか。それから、そうじゃないと思うけどなっていうときは、そうですか。最後が高くなりますね。そうですか。こんな風に、そうですか、そうですか、そうですか。はい。高さの違い、変化の仕方で意味が変わる。そりゃそうだと思われるかもしれないですけれども、このイントネーション、抑揚が全体的に平坦だと感情が伝わらないんですね。今日はとても暑いですねというのが平坦になると、今日はとても暑いですね。例えば先ほどの友達とご飯に行って美味しいねという時に、美味しいね。それから業務で私がやっておきますって伝える時に、私がやっておきます。これだとニュアンスを表すことができないわけですね。つまりですね、聞き手としては感情が読み取れないので、聞き手としては話し手が思っていないことを言っているなというふうに感じるわけです。では解決策です。イントネーションというのは文レベルの音の高さの変化でニュアンスを表すものなので、文レベルで音の高さの変化をつければいいということですね。基本のイントネーション、日本語の全国共通語、東京語の場合は、高いところから低いところ、まとまった文節ごとに高く始まって低く終わるというのが繰り返されますね。で、疑問のそうですか、こういうふうに疑問の場合は最後上がりますけれども、疑問の抑揚が難しい方ってあんまりいらっしゃらないですね。そうですか、納得するときとか高いところから低いところに行きます。この抑揚をつける。これで感情が表現できる場合が多いですね。トレーニング方法を詳しくご紹介していきます。トレーニング方法です。はじめは短い文章で練習するのがおすすめです。相槌の言葉というのは本当何度も使う言葉なので、トレーニングにぴったりですね。例えばこちら。そうですか。これらの言葉をですね、高低差をつけて練習していくんですけれども、はっきりと高いところ、低いところをつけていくために、手を使って練習するのがおすすめです。そうですか。そうですね。
そうなんですか。そうなんですね。そうでしたか。そうでしたね。本当ですか。本当ですね。こんな風にはっきりと高低差をつけられると、思ってますという感じのイントネーションになりますので、自分の話したい、伝えたいニュアンスが伝わるようになっていきますね。この相槌言葉でできるようになってきたら、次は少し長い文章にしてみましょう。今日はとても暑いですね。今日は暑くなるみたいですね。今日は暑かったですね。明日も暑いみたいですね。こんな風に少し長い文章でできるようになってきたら、スピーチトレーニングに入っていきましょう。会社の朝礼を想定します。1分ぐらいのフリートークの内容をざっくり考えます。人に伝えている、話しかけているというつもりで、抑揚を意識してスピーチトレーニングしていくんですね。で、こういうふうにスピーチのトレーニングで上達していけば、プライベートの話し方は自然と変わっていきます。ちなみに、私、今でこそ抑揚を意識しないでこうやってベラベラ喋れますけれども、初めからこうだったわけではないんですね。思い起こせば日本放送新人アナウンサー時代ですね。ラーメン屋さんからの中継があって、ずるずるずる、美味しいです。こういうふうに言ってたんですね。ラジオだから声だけで伝えないといけないのに、美味しいですって言っていたっていう、自分は美味しいと思って言ってるんですよ。で、スタジオに戻ってディレクターの方から全然美味しそうじゃなかったっていうふうにご指摘をいただいて、自分は美味しいと思って言っていたから、そんなはずないって思って、で、録音を聞くわけですね。そうすると、美味しいですって自分は言ってて、確かにこれひどいっていうふうに自覚をするというですね。その中継の時っていうのは、何をどの順番で言うかとか、店長さんのインタビューで何を聞くかとか、中身6分だけれども4分30秒は絶対超えないといけないとか、もうそういうことで頭がいっぱいなんですよね。それで美味しいですじゃなくて美味しいですになっていたっていう、そういったこともありましたね。何が言いたいかというと、感情を出す、自分が思っていることを伝わるように伝えるっていうのは、実は簡単なことじゃないんですよね。でもトレーニングすればみんなできるようになりますし、今悩んでいる方も絶対解決できると思っています。私は努力すればですけれども、大事なのは道を間違えないことですね。明るく元気にハキハキとになると別人を演じるってことになってしまうので、そうじゃなくて抑揚をつけるトレーニングがおすすめです。ということで、この響きのスピーチトレーニングはメルマガもやっております。個別レッスン、動画教材もあります。オンラインサロンも開催しております。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。